最初は許せなかった。やだもうゴミ箱に投げてたよかった、1個誤解が解けたねえ俺がめっちゃ嫌なやつみたいに思ってたってことやだごめんって俺たちの人生俺たちが決めんだよとか言って、よしきです。桃子です。今日は視聴者の方から、なんだ MBTI 診断を2人でやってみて、あるあるの話し合いとかしてみたらどうですかっていうお話だったんで、ちょっとねやってみました。はい。はい。桃子さん何でしたかっけ？私冒険家です。冒険家。はい俺なんだったっけ？俺は仲介者っていう、やつですね。はい。これよく分かってないんですけど。私も全然分かんない。これはなんか自分の説明書的な意味なんですかね？解説書みたいな感じで、取扱説明書じゃないけど、はいはいはい。多分。で MBTI 診断っていうんだって。要は性格診断ね。そうです。そういうことで進めていきましょうか。はい。あるあるでいろいろ見たんですけど、なんか特徴みたいのさっき見てくれてたじゃん。私の INFPT ですね、吉木さんは。はい。仲介者の T ね、はい、T さんです。慎重型。慎重型。はい。情緒不安定。ダメじゃん。でもう一個ストレスや不安に敏感。は特徴とされていて。印象ですよね。陰キャだからいいですけどね、私は。じゃああなた桃子さんは冒険家の A のそう ISFP の A でしたので、私は、はい、ほぼ一緒ですね。ほぼ一緒。一緒。ポジティブなんです。とにかく感情が安定していて、ストレス耐性も強いと出ておりますね。はい。なるほど。なんかね、仲介者のあなたは想像力、共感力、心理主義にあふれた豊かな内面を持っていますだって。情に厚くさまざまな人間の経験を理解したいという深い欲求を持っているので、自然に周りの人たちの相談相手になり、大きな支えになっているでしょう。とにかくあなたは創造性のインスピレーションの源泉で、しばしばユニークなアイデアや複雑な問題に対する革新的な解決策を生み出すでしょう。ただしこの創造性のせいで、無双にふけることがあり、人生のより現実的な局面への対応に苦労する場合があります。でも深い共感力があるので、直感的に他者と深いつながりを築くのは得意でしょう。だそうです。アイデアマンであって、それプラス共感力が高く、共感力が高いと書いてあるね。人々が頼りにされているってことね。なるほどね。そうなんだ。確かに。そうかな。よくわからないな。でもなんかお話が上手で、結構ね、周りから慕われてるって感じはする、お友達に。そうかな。ちょっとわかんないですね。自分ではわからないよね。わかんない。ちょっとどんどん読んでみてください。私じゃあいきます。なんだっけ。冒険家の A。はい。ISFP のあなたは人生の真の芸術家で、行うすべてのことに美と意味を見出します。優れた創造的精神と周囲の世界に対する深い感受性を備えているでしょう。また今この瞬間を大切にしながら生きるのがこの上なく得意で、敏感に物事を感じ取りながら毎日を堪能しているでしょう。はい、確かにめちゃくちゃ感覚型だなっていうのは分かる。予定とか立てられないタイプだもんね。一応立てるんだよ。例えばどっか出かける時も、着いたらじゃあどこそこに行き、何々をして、こうしてああして帰ろうみたいなのは一応決めるけど、途中で思いついて他のことをやってしまったり結果オーライだよねっていう、それも、楽しいよねみたいな。そうだから計画が崩れたからってくよくよしないし、むしろ面白がるタイプです。なるほどね。はい。俺逆にある程度の時間は区切ってやるタイプ。なんとなくあそこ行こうとか、ここ行こうとかしといて、ずれるとめんどくさってなっちゃう。ああ、そうなんだ。めんどくさくなっちゃうタイプ。マジか。マジか。うっそだ。本当に。じゃあなんかごめんねだった。旅行行かないじゃん。行かないね。そもそも行かないね。そもそもこいつも旅行行かないから。はい。だからいいんだよ。ちょっと待って。
でも割うとん、行き当たりばったりだと思うけどな。そうでもない？あなたに合わせてる。やだごめんってそうだったんだ。それはいつもありがとうございました。ある程度は決めるというか、その、まあ、旅行自体よく分かんないから、行きたいとこあったら言ってみたいな感じじゃん。何したいみたいな。でふわっと決めさせといて、ふわっとこう決めてもらっておいて、じゃあそれのためにじゃあ調べようみたいな感じではあるんだけど、地図は欲しい。地図と時間割に関しては欲しい。そうなの？じゃあこう旅のしおりみたいな。旅のしおり欲しい。それを守るかどうかはわからないけど、まあね、あってほしい。あってほしい。とりあえずこういう流れねみたいな。そう。知らなかった。そもそも旅に行かないので、まあこれはないけど、道筋は欲しいの。例えば YouTube 撮るとかあるじゃん。じゃあ YouTube やってどこ行くみたいな。何をしたくて YouTube やってるんですかみたいな、ある程度の地図は作っておかないと動画撮れないから。そうか。そういきなりフリーでじゃあ今日は MBTI 診断の視聴者さんの話が出たんで、じゃあそのテーマで撮りましょうからなんとなくのあらすじというか、一応フリートークではあるけど、どういう相性なのかみたいななんとなく決めるじゃん。そうですね、それは多分ね必要だと思う。やっぱりどちらかっちゃうからね。視聴者さんも聞きにくいからね。そうですよね。ある程度のあらすじみたいなのは決めてはおくけど、可能であれば全部台本を起こして全部読みたい。そうなんだ。安心感があるから。そっか。でもそうじゃないのが面白いから、なんとなくじゃあ今日は MBTI 診断でいきましょうかみたいな感じでやってる。でこういうの難しいってこと？いや難しくはないけど、あまりその順序通りにいかなかったからといって、それを気に病まない、気にしないっていうこと。なるほどなるほどね。桃子と一緒に暮らすようになって結婚して、一緒にこう企画をやったりするのにだいぶその余裕感、幅を持たせるみたいな、要はずれても大丈夫みたいなところはすごく嬉しい余裕として受け取れてるというか。よかった。なんかそういう適当なところが許せないとかじゃなかったのはすごい救いですね。最初は許せなかった。やだもう本当に。でもあなたのその感じのおかげで僕の人生には少し余裕ができたし、別にずれたって死ぬわけじゃないんだから、みたいな感覚にはなるようになったかなと思います。そうですか、よかった。逆に私その仲介者であるYOSHIKIさんからの影響っていうのを、少なからず受けてはいると思うんですよ。やっぱり付き合い長いし、ね、20年もいりゃな。そう何かしらは受けてるよね。何かしらは受けているはずなんだけど、考えるようになったかな、多少はその話すことに関して。考えないで喋ってたの？考えない、あんまり思いついたことをパッと口に出しちゃったりしてたので、そこは一回これは言ってもいいかなっていうのを考えるようになったかもしれないですね。なるほど。社会に出た時に、僕もそのタイプだったんですよ。思ったことを口にしてしまう、態度に出してしまう。バリバリそうだったんですよ。ほんですげえ怒られた。もともとなんかそういうの苦手だったから、そのグループに属すとか、コミュニティでこううまくやるみたいな苦手なタイプだから。私実際そうなんですよ。厳格な組織みたいな、例えば派閥とかそういうのに、構造が苦手っていうか。わかりますわかりますわかります。これ得意な人もいるよね。そうの方が楽な人もいらっしゃると思うんだけど、もうガチガチにルールに縛られてるのがとってもじゃないけど無理で。そうだね。お互いその系はちょっとあるよね。だからきっと子供の時この診断があったら、冒険家だったかもしれないよね。ちなみにね、俺ね前にもこれやったことあって思い出したんだけど。前は冒険家だったんだよ。そうだったよね。私もなんか流行り始めた時に一回やってるはずなんですよ。忘れちゃったんだけど、ただ冒険家だった気がするなと思って。一緒だったよねって話したよね、確か。そう。でそっから俺もほらいろいろ変わっ
やり方とかさ、そうですよね、スタイルを変えてるから、多分これって状況においても変わってくる。そう歩んできたこの道とか経験できっと診断結果変わってくるとは思うんですよね。そうだからすごい曖昧なものが増えた。俺はねどっちかというとバキッとイエスかノーかみたいなのを思っちゃうタイプというか、敵と味方みたいな、分かりやすく言うとね、分かりやすく、そのいろんな人に合わせようとするとグレーな部分が出てくるじゃない。そうですよね。だからなんかすごいグレーな部分が増えたなと思った。前はイエスノーイエスノー迷ってもそのどっちかで迷うみたいな、どっちかのその度合いで迷うみたいな、真ん中あんまりなかった。あ、そうなんだ。1から5みたいな感じじゃん。思う思わない。そうですね。3がすごい増えた。ああ、そういうことか。俺はこう思ってたけどでもそうでもないよなみたいな、そういう状況だけでもないよなみたいなのが出るようになったかな。なるほどね。でもどうですか、自分でその見てみて、そうだなって思う部分と、ありますあります。これは違うんじゃないかみたいな。他人の感情に敏感なところがあるってこの診断結果には出たの。昔からあんまりこの人の気持ちの機微に気づかないタイプなんですよ。もしかしたらその発達障害の何かしらの手があるのかなって調べたことがないので、そうだね、今度調べてみようか。だけど、お互い何かしらありそうだよな。何かしら、忘れ物とか多いしね。忘れ物、俺も多い。そう。で思い当たるな、これはすごく当たってるなって思ったのが、一人の時間が必要。ああ、なるほどなるほど。それに関して人から誤解を受けることがある。誤解とは？私的には、その一人の時間が必要だから、そのいつも一緒に行動しているグループから誘いを受けても時々断ったり、自分のね、そのパーソナルスペースを設ける、タイムを設けるためにちょっと今日はいいわみたいな、今日ちょっとごめんねみたいな、行かないとかって言うと、なんか悪いことしたかなとか相手に気を使わせちゃったりとかしてたので。普段はそうでもないけどそういう時もあるから、結構ギャップがあるって感じなのかな。そうなんだ。それで言うとこいつずっと断るんでずっとパーソナルタイムとパーソナルスペースを必要としてるから穴から出てくんなっていうでもさ、これでもさ診断結果だと仲介者なんだよね。仲介者だから合ってないんじゃないの？仲介者か？仲介者はどうなんですか？そこら辺はパーソナルスペース的な必要とするタイプなのかな？一人が当たり前っていう感じかな。俺はだから誰かと会って話す時は結構身構えちゃうもん。これ人間関係、あなたの人間関係っていうのがチャプター4で出てるんですけど、弱みのところで私出てきたので、弱み一緒自分だけの空間を必要とするって出てるから、本当だ、ここねやっぱりそうなんだね。じゃあ当たってる。確かに俺も部屋に引きこもりがちだしね。あんまりどっか出かけようぜとか、釣り以外は？そうだね、釣りも無理やり行ってる感じだもん。釣りもさ、釣り船で他人とこう乗り合いとかは嫌なのよ。絶対嫌だ。気使うからだと思うんだけど、だからこう堤防とか例えば、川とかで、周りにあんまり人がいない状況だったら楽しいよね。そうだね。なんか迷惑かけちゃうなっていうのがあるのよ。そのね、釣りも結構、その個人個人で楽しみ方が違うから。そうですよね。すごい気にしちゃうし、なんか逆に俺も気になっちゃうというか。確かに。いきなり怒鳴ってくるおじさんとかいるから。いる。そう、だから困っちゃうのよ。そうさせたらね、かわいそうだし、でもなんかそんなルールないでしょって思う自分もはって思うのも嫌だから、もうとにかく人がいないところに行きたい。そうか。でこの2人とも1人のその時間が必要なタイプっていうことは分かったんだけど、なんかちょっとタイプが違うのかなとは思う。
もうずっと一人でいたいじゃん。ずっと一人でいたい。あでもそんなこともないよ、ずっとあなたといたいよ。そうそれはさずっとあなたといたいけど、うんなんか考えなきゃいけない時とかはそうですよね。そう、ん、一人にならないと出てこないこととかあるからさ、私はさ、よしきさんとすごく、まあ、近しい関係性じゃないですか。そうだね、夫婦なんだからね。そうだね。だからもちろんその一緒にいても苦じゃないだろうと思う。だから他人とその一緒にいる時間をなるべく少なくしたいっていう人なのよね。誰が？よしきさん。俺が？そうだよね。気を使うから。でも好きな人もいるんだよ。もちろんね。好きな人もいるし、会いたい人もいるんだけど、消費エネルギーがすごい高いんだよね、人と喋るのが。なるほど。私は他人と喋るのは全然苦じゃないし、どっか誘ってほしかったり、結構ね誘ってほしがるよね。するんだけど、一人になりたい時間もあるっていう、すごくわがまま。なるほどね。いつも一緒っていうのはちょっと違うのかなっていう。なるほど。そうなんですよ。似てるけどちょっと違う感じなんだね。基本だって友達と遊びたがるもんね。そう、楽しいことは好きだから、あと人の話聞くの好きだし、だからね占い師やってるんだけども。そうだねそうだよね。あれ俺桃子の占い好きなのよ。ありがとうございます。占いは信じてないんだけど。そう言ってたよね前からね。でもねちょっとまた後で話そうそれ。また違う機会にね。やりましょう。なんかこうちょっと違うなっていうところ結構あるよね。ある。なんか基本似てるんだけど、ちょっと違うはあるかもしれない。例えば私が楽しかったねとか話してさ、なんかやった後出かけた後とかに楽しかったとか言うと。よしきがどこがみたいな、どういうところが楽しかったのみたいな言う、具体的に説明をしろと求められる。何がどう楽しかったんですかって、気になるの。気になっちゃう。君は何が楽しくて、どんな時にどう思ったんだろうって思うの。そういうことなんだね。なるほど。なんかそうじゃなくて聞こえてた。ちょっと誤解してて、なんか非難もされてるんじゃないけどこいつが理解できないんですけど何が楽しかったんですかみたいな風に言われたのかなって最初はうってなっちゃうんだけど、よくよく聞いてみたら、具体的に説明が欲しいっていう、知りたいっていう。半分そう、半分なんか俺には分からないから、何が楽しくてどう思ってだからまた行きたいとか思ったのか、どこに心が高揚したのかっていうのを聞きたいわけよ。もう全部だよって思うんだけど私はもう全てが楽しかったの。そうなの？だからなんか文句あんのって思っちゃう。そうだったんだ、ごめん、聞くのやめるわ。もう興味よ俺は。単なる興味なんだよね。それはわかるから、今はねなんかごめんね。このお店のこういうところが楽しかったとか、友達がこういう話してくれたのが楽しかったとかって説明できる。最近してくれる。説明できるところは説明するようにしてくる。はい。なんかごめんね、いろいろ聞いて。いいんですよ。なんかね、違うんですよが分かんないんだけど、なんか人の心が動く時があんまり分からなくて、よく寂しい男だなみたいな自分は思うんだけど、なんかどうしてそんなに嬉しそうなんだろうって思う。だからそれがね、分かんないんだよね。俺は嬉しそうなのを見て嬉しいというか、ちょっと心がなんか楽しそうだなっていう気持ちになるわけね。でもなんか何かをして何かの事柄、例えばじゃあサッカー見に行きますとかさ、行かないけど、スポーツ見に行かないけどエンターテインメントでいうとじゃあ映画見に行きますとかさ、あるじゃない？ありますね。好きな映画とかならまあ分かるんだけど、エヴァ面白かったねとかさ、でもほぼ内容と演出面なのよ。
あそこの演出がこうでこうでこれが面白かったよなみたいな、こんな表現あるんだみたいな感じなの。それはさ、それはすごく素敵なというか、わかる。その演出だった作画が神だったとかね、私も思うし、そうじゃなくてその感情が動かされるっていうエモーショナルっつうの、それがね興味があるのすごい。どういうところでその感情の起伏が起こるのかっていうのを知りたいわけ。多分ね俺子供時代に何か置いてきてるんだよね。置いてきてもう取り戻してそれ。でもね子供時代からそうだった。あ本当に、でなんかね、こう一人で盛り上がっちゃうとその口が悪かったり体がでかかったから、こう何かを傷つけてしまったり壊してしまったりとかが多かった記憶があるんだよね。そっか、だから必然的に何かこう自分でコントロールしてテンションを下げようとするシステムが働いてる可能性はあるよね。分かんないけどだよ。なんでこんな話になったんだ俺の人生の話になってしまったが、なんかその気があるんですよ。なるほど。だからすごく興味がある。そういうことなのか。興味がある。子供たちが生まれて、あなたに出会って、逆だわあなたに出会って子供たちが生まれたでしょ、毎日それ浴びるわけじゃん。そうだね。楽しいよそれ自体は楽しそうにしやがってあとなんで怒ってんだろうとかさ、面白いのよそれはすごく面白いんだけど、自分はなんかその事柄でおおとか思わないから、もっと知りたいっていう知識欲的な興味というかさ、そういう点もあるのかなと。なるほど。一応さ診断結果では、この2人とも他人の感情とかに敏感なタイプって出てるじゃない。そういうの見て楽しそうだなとか嬉しそうだなって見て心を動かされるとこでしょ。そう多分そういうことなのかなって思う。そうだから遠くでみんなを見ていきたいの、お祭りの時とかなんであんな楽しそうなんだろうな。これが言葉が悪いと、なんかお祭りなんかやってるやつの意味が分かんないんだけどに聞こえるってことね。そう分かりました、気をつけます。俺は分からないからっていうのはさそのでもみんなが楽しそうにしてるのには興味があるの。なぜそんなことになるんだろうっていう。俺はならないからってことで。そうなの。そっか、誤解してたかもそれは。そうなんだ。よかった、一個誤解が解けた。俺がめっちゃ嫌なやつみたいに思ってたってこと？いやそういうところもあるよねって話よ。でもね、桃子はそういうの否定しないというかさ、はいはいってこう。あなたが仲介者なんじゃないですか。なんか自分に自信があるというか、自分ってこうだからって自分自身を守ってるわけよ。もうなんていうの？誰が？私が自己主張というか、自分っていうのはこうだからっていうのがあるからこそ人を認められるっていうか、私はブレません。許せるって言ったら上から目線だけど。まあでもそんな動じないというか、動じないっていうのはあるかもしれないですね。あなたはあなた、私は私ってことね。そうこれは冒険家の特徴として出てるわけだ。出てる。なるほどね。そうなんだ。相性っていうとどうなんですかね。これね、私相性診断まだしてなくって、どうなのか。できるんじゃないかな。ちょっと調べてみましょうか。Google の AI による概要ですね。これは ISFP 冒険家とINFP 仲介者は、MBTI の性格タイプの中で非常に相性が良いとされています。そうなんだ。4つの性格タイプの中で3つが同じであるため、相互理解が深く心地よい関係性を築ける傾向があります。特に INFP は、ISFP の自由奔放さを理解し、包容力を持って接してくれるため、長く良好な関係を維持できるでしょうと出ております。素晴らしい。相性はいいってことだ。さすが。これ当たってるかもしれないね。そうだね。そうだね。確かに。そうなんだ。自由奔放なんだね、私。自由奔放でしょ。そうかな。普通でしょって思ってる、それ。そうか。だってそれぞれでしょ、人はって思ってるから。もちろんそうなんだけどさ。そうだね。だからこそこう人の話を聞いたりとか、こうできるんだろうね。あなたも認めてますっていう
感じで。おっしゃる通りです、そっか、なるほどね。なんかこれ合ってなかったみたいなのなんかさっき言ってたっけ？人の感情に敏感なのかってなるほどね思ってたんだけど、でもなんかそういうこう感情的なものを割とやっぱり子供たちも見ては泣いたり笑ったりはしてるから、意識してないけどそうなのかもしれない。でも今ちょっと寂しいのかなとか甘えたいのかなっていうのはなんとなく自分の子供に関してはまあそう見えるから、あとなんか批判に弱いんで怒られそうっていう雰囲気はすごく察知するの早かったかも。この人怒ってるみたいなのは確かに、黙っちゃうよねなんかこうなるよね。でもそうかもしれないわかりやすいよね、私。わかりやすいよね、確かにそうだ、今違ったポイント自分これじゃないかもみたいな今言ったじゃん、なんかね、争いを避けるみたいな。争いは避けるね。争いを避けるみたいな、僕の方にも書いてあったんですけど、もう基本争いは避けるじゃないですか。はい。ただなんか避けられない争いに関しては徹底的にやるけどね、俺はと思った確かに、良くないと思ってはいるんだけど、避けられないのあるじゃん。これ言っとかないと不当な請求をしてきたりとかさ、する場合とかってあるわけじゃん、そういう時はもう徹底して姿勢としては、断固自分の権利は主張するっていうタイプではあるかな。基本避けるよ、基本無視するし、基本避けるんだけど、そこはやっちゃうかもなんか小さいいさかいとかは避けるよね、全部避ける、面倒だから、避けて生きていくって感じだね。だけどこの先の自分の人生に悪影響を及ぼす存在だと思ったら、そうだね、徹底的に戦うんじゃないですか。戦うか、完全な無視を決めるするかだね。関係を断つというか、結構スパッといっちゃうかなっていうのはね、グレーにしておきたいですよね人付き合いとしてはね。そうですね。でも嫌なもん嫌だからね、お互い嫌なんじゃないかなと思っちゃうからさ、なんでそこふわっとしとくのかなみたいに思っちゃう。ふわっとしといた方が都合がいいことっていうのがあるのよね。そうなんだね、対人はお任せしますまあでも今日良かったのはさ、僕がただの嫌なやつじゃないっていうことを知ってもらえたっていうことですね。いや元から知ってはいたけどさはっきりね、MBTI 診断で分かったと、何が楽しかったのって聞かれることがね、そういいですね。こういうちょっとお互いをもう絆を深めるわけじゃないけど、理解度を高めるっていうのでこうね、いいですね。争いを避けがちだから追求しないのよね、私も。どういう意味って聞かないわけ、いつも。そうか、だからかなって思いました。追求しなくても大丈夫だけど、今日結果は聞けたってことね。聞けたからそういうことだったの？嫌味じゃなかったのねっていうことね。なんだっていうねよかった、俺も今日これやってね。でも相性で思い出しましたよ。また一つ思い出したんですけど。何でしょう。付き合う前か、付き合い始めの頃、占いの本を見てすごい怒ってたんだか泣いてたんだか、すごい珍しくマイナスな感情をすごい元に出してたじゃん、あったじゃん。ありました。その時なんか私それが許せなくて、占いの本をもうゴミ箱に投げてたこんなの信じるなよみたいなね。俺たちの人生は俺たちが決めんだよとか言って、なんかすごい悲しい顔してたんでぶん投げたんだけど、あったなと思って。ありましたね。何の占いだったかはちょっと定かではないけど、でも生年月日を使うやつだったと思う。なんかさ、当時さ、多分さ、こうしないと地獄に落ちますよみたいな本とか流行ってたじゃん。流行ってた。ああいう系じゃなかった？かもしれない。それでなんかちょっと傷ついたんじゃない？傷ついちゃった。流行ってたじゃない。流行ってた。だから俺占いめちゃくちゃ嫌いで、いや俺たちが決めるからみたいななんだけど占い師なんだよね。
でもなんか桃子はそういうこと言わないじゃん。私はそう地獄に落ちるなんて絶対に言わないし、言わない、どちらかというと背中を押してくれるタイプなんですよね。はい、だから俺あんまり信じてないんだけど、たまに受ける時あるんですよ。迷ってる時とか参考にしようと思って、ね。私の原点、そのポジティブな声掛けをしようって思ったきっかけが多分その出来事だったのかな。地獄に落ちるぞと。地獄にもうそう落ちるぞみたいな、もう絶対離れなきゃいけないみたいな風に書いてあった。そんなに書いてあったの？本当に真反対の関係だから相性がもう超絶悪いみたいな風に書いてあって、それがすごく悲しかったのね。まだこれから私たちの物語を進めていこうっていう時に出花くじかれて不安なのにね、そうその占いを否定するわけじゃない。まあそうね、統計学であって、その絶対ってことじゃないから、ただその本の書き方がちょっと私にはしっくりこなかったっていうだけなんだけど、そうだね。そう、だから僕もちょっと投げちゃったのはやりすぎたかなと思ったけれどもね、申し訳ない。それを書いた人もいるからさ、そう大切な作品だからね。申し訳ないなと思うけど、そんなことでさ俺たちを止めようったってそうはいかない。というわけでね、皆さんも MBTI 診断ねやったことある人もいると思いますし、まだの方もいらっしゃると思うので、ぜひ、やってみた上で、自分と照らし合わせてみたりとか、なんかこんな出来事ありましたとか、パートナーとこんな感じですみたいなのあれば、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいなと思います。というわけで今日はこの辺で、どうもありがとうございました。ありがとうございました。